以前の動画で2ピース化したポイズンアドレナです。見ての通りリールシートがボロボロで若干ベタつきもあります。ここら辺も少し削れてますね。ブランクスも表面の塗装が剥がれてます。幸いスレッドコーティングにクラックなどはなく、塗装以外の状態はいいロッドです。今回はこれをきれいにします。リールシートに使う塗料はマットブラックの安い缶スプレーですが、雰囲気を出すために脂塗装します。まずはマスキングです。足付けではヤスリがけしますので、削れてほしくない部分にマスキングします。ここの印字を残したいので文字もマスキングします。これは何て書いてあるんですかね。カーボンなんちゃらって書いてあります。多分カーボンインターフュージョンです。空研ぎペーパーで元々の塗装を削ります。まあまあ大変ですが、足付けは手を抜けません。たびたび塗装の残りがないかチェックしながら進めます。ここのマスキングを忘れており、少しヤスリが当たってしまいました。このリールシートの塗料の種類は何なのでしょうか。釣り具に限らずいろいろなもので見るのですが、未だに種類が分かりません。よくあるラバースプレーとは違う気がします。削っていると半透明な何かが取れるので、滑り止めになるトップコートみたいなのがあるんでしょうか。足付けの時でボロボロになったマスキングは塗装前にやり直すので剥がします。クレンザーとブラシでリールシートを洗います。後のブランクスの塗装のためにブランクスはスコッチブライトとクレンザーで洗います。正直な話、ブランクスにこんなことをするのは初めてだったので、どうなってしまうか賭けでしたが、ポロポロ剥がれる塗装は無難に取れてます。完全にツヤが引けてしまうので、これで塗装は必須となりました。乾くと洗う前よりひどい状態です。シリコンを筆出しします。
足付けに使ったペーパーが粗めだったので傷が多いですが問題なしです。ホームセンターで買った200円の艶消しブラックの缶スプレーです。この脂肪塗装は失敗の向こう側なので、どのような状態になっても実質成功です。まずは全体的にスプレーします。塗った直後はツヤがありますが、乾いてくるとツヤがなくなります。ツヤがなくなったらスプレーのノズルを軽く押す感じで塗っていきます。叩くぐらいの押し込み量です。押し込みすぎるとミストになってしまい、普通の塗装になってしまいます。スプレーと対象物との距離は40センチぐらいです。少し乾いたら塗ることを繰り返します。ハンガー空きの状態でマスキングを剥がします。完全効果は溶剤の匂いがなくなった時ですが、2日ぐらいですかね。リールシートは完成です。冬にやればスプレーの内圧が下がってミストになりにくいので、もう少しデコボコした雰囲気が出ます。いいか悪いかは好みの問題ですが、この塗装はお金もかけずに適当に行う割には満足度は非常に高いです。ブランクスの塗装です。使う塗料は2液性のウレタンクリアです。さすがに曲がる部分なので適当な塗料は使えません。ガイドがついたままなのでスプレーガンでの塗装が普通ですが、準備と片付けが面倒なのでハケで行ってます。スプレーガンじゃないのでシンナーは少なくして粘度を高めにします。この後仕上げがあるので完全効果を待ちます。2時間ほどで触れれますが、ウレタンなので1週間ぐらい放置しました。まあまあいいですね。フェルールまで塗っているのには理由があります。やはりハケだと若干ボコボコしてますが、細かいことを気にしなければ塗る前より全然いいです。こだわる場合はカッターの刃を立てて肌を大雑把に整えます。その後1000番と1500番の耐水ペーパーで磨いてコンパウンドをかければさらに綺麗になります。フェルールにまで塗装したのは以前の動画で2ピース化するときに少し削りすぎてしまったからです。ウレタン塗料で太らせました。塗りすぎで 5mm ぐらいしか入らなくなりましたけどね。さすがにハケ塗りで塗膜の膜圧コントロールは厳しいです。再度削って目的の 10mm 残しになりました。完成です。見た目だけの話ですが、個人的には満足です。リールシートのグリップ力は失われましたが仕方がありません。塗る前はベタつきもあったので十分です。ブランクスはしごき塗装でもなくスプレーガンでもないので心配でしたが、納得のいく仕上がりになってます。使いやすさが1軍入りのアドレナだったので、見栄えも含めてこれで当分使い続けられます。
安い缶スプレーで再現できる塗装に興味があればぜひ試してみてください。結果がどうなっても成功です。